んにちは。ありがとうございます。ちょっと私の顔ぼやけるかもしれないけどごめんなすってということで、はい、改めましてすいません。バタバタして申し訳ございません。ここにピント合っちゃってるけど、私にとってはちょうどいい感じかな。で今日もですね、YouTube と、インスタライブの方同時進行で進めております。でどちらのコメントも今日はですねバッチリ読めるように設定しておりますのでよろしくお願いします。今日何やるかっていうとですね、このねバネポーチ作りますよ。こんな感じで作っていきます。でどういうものを作るかというとですね、三角マチになってます。改めまして、はい、こんにちは、ありがとうございます。こんにちは、間に合いました。今始まったとこです。すいません。リンクしてた紹介してたリンクがですね、画面が縦になっちゃうっていうのに設定がそのままになってて、ちょっと変更しましたので失礼いたしました。こんにちは、間に合った。今始まったところです。すいません、よろしくお願いします。アングルこんな感じにしてですね、この後は今日はですね、いつもパソコンでライブ配信をしていたんですけれども、今日はスマホの画面を利用してですね、スマホの画面で手元が見えるようにこの後アングルを下に下げてこの位置に来るようにしたりとか、あとズームとかもできるようにしてますので、画面は固定なんですけれどもこんな感じで YouTube の方は配信させていただきます。でも作業始まる時はもうそのままもう下の画面に移る。今ねここにピント合っちゃってますけど、この辺に合うように設定しながらスタートしています。でインスタライブの方は先ほどですねフォロワーさんがご覧いただいている方にですねアングルの方をちょっとチェックしていただいて、手元が今度はこっち側からですねアングルが見えるようにしてますので、どちらかですね見やすい方で、ご覧いただけたらと思います。はい、で今回の作り方なんですけれども、動画もそうなんですが、Yahoo ニュースの方に掲載をしています。こんな感じでちょっと広告とか入っちゃってますけど、Yahoo ニュースの方で作り方の細かい説明が、細かいっていうかざっとですけど書いてありますので、材料とかの後でまた作ろうかなっていう時に動画をいちいち見直すのめんどくさいなっていう方はここからご用意いただいてですね見ながら作ることもできますので、ぜひご活用ください。はい、そんな感じでちょっともうさ20分びっくりした。10分ぐらいロスタイムになりましたけれども相変わらずそんな感じで進めております。はい、で大変申し訳ないんですけれども若干ですね早くも花粉が来ておりまして、ちょっと私の鼻すすり音が聞こえてしまうかもしれないのでその辺ですね、気持ち悪いなと思ったら聞くのやめていただけたらと思います。はい、ではですね早速スタートしていきましょうか。皆さんご準備の方はいかがでしょうか。メンバー様たくさん、紫のメンバー様ありがとうございます。本当にこのね YouTube ご覧いただけるとですね、アカウントの丸のところにアカウント名が書いてあるんですけど、その横にですね紫とかピンクとかグリーンのお花のマークがついてるんですよ。これはですねメンバーに登録されている方のサインみたいな感じで私が見て分かるような感じになっております。で紫の方はですねかなり長くはですね私の方にスポンサーとして投資してくださっている方たちということになります。本当に感謝しております。ありがとうございます。キットもねいつもお買い上げいただきまして本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんどうですか。生地購入されました？コラボ生地、スワニーさんのコラボ生地、同じ生地でやられる方いらっしゃるかな。いたらサインくださいね。こんな感じどうでしょうか。私は今日はイエローね、やっぱり画像映えするイエローでスタートしようと思っております。はい、ぜひぜひ。買いました。ありがとうございます。重金ママさん、重金ママさん、ありがとうございます。今日はイエローです。ありがとうございます。黄緑さんありがとう。全色買いました。ありがとうございます。嬉しい。なんかね予想外に完売になったりとかしてて、私本当にびっくりしたんですけど、
布がね完売することってね本当に今の時代珍しいそうですよ。そう、グリーン入れ切れでイエロー購入しました。ありがとうございます。なんか追加で生産がすぐ入ったっていうことで非常にありがたいことにですね。はい。なので楽天ショップとかも概要欄とか、あと楽天ルームフォローしていただければコレクションに全部ね生地購入できるお店を紹介してますので、地方の方とかお店店舗で見れないわっていう方はオンラインの方参考にしていただけたらと思います。キット買えたのでそれで作ります。ソニーさんは売り切れで生地買えないです。あ、そうなんだよね。生地買えないね。あ、買いたかったのに購入できませんでした。ありがとうございます。すいませんね。でもね、すぐまた3月ぐらいに出来上がってくるらしいので、そしたらまた購入できると思いますよ。なんかやっぱ本と同じみたいね。なんとなく著書本とかと同じみたいで、本はさ10版って言ってまた3000部吸ったりとかっていう風にあるんですけど、それと同じような感じで造版してくれてるので、ただ売れ残っても良くないのでね。売れ残るとさセールとかになっちゃうじゃん。それってさなんか最初に買ったね定価で買ってる方には申し訳ないので、私は頑張ってその増産分も売り切れるぐらいに頑張りたいなって思ってますけどはい、じゃあおしゃべりはこの辺にして早速始めていきますね。で今回ですね作り終わった後は皆さんのご質問とかコメントをもう一回見直したりとかしてお答えしようと思っておりますので、インスタライブの方はですねアーカイブ残るかちょっと分かんないですけど、状況によって残すかも分かんないですし、でコメントを一通り読み上げたことは YouTube の方にアーカイブに残りますのでそちらをご覧ください。あとですね最後に前回のライブ、前回もう毎月今ね更新中なんですけど、前回のライブを見たプリムさんがこの新色を持ってきてくださったんですよ。であといろんなパーツありますよということで、一応ねこれでプロモーションとかでも何でもなく、私1円もいただいてないのでなんか普及活動みたいな感じでやってるんですけど、布教活動っていうのかなんかハンドプレス機ちょっとハードルが高いわっていう方向けにこういうのありますよっていう紹介で私が個人的にやってるんですけど、プリムさんが持ってきてくださったんで今お借りしてもうすぐ返さなきゃいけないので、グレーもあります。でこの配色がねどういう風になってるのかっていうのを後で細かく紹介したいのと、あと前回紹介しきれなかったのとかもちょっとおしゃべりしながら紹介していきたいと思いますので、よかったらねまた最後までご覧いただけると嬉しいです。でお出かけなさる方もですねアーカイブご覧いただけますのでゆっくりと、ご覧ください。はい、では、スタートしていきますね。じゃあちょっと画面の方を下げます。はい、画面ねちょっと YouTube の方画面ちょっと確認してもらって、でこういう風にねズームできるんですよ。すごくないですか？ちょっとその前に私鼻をなんとか、鼻水がね、皆さん花粉どうです？もう鼻水が出てきちゃって大変。あとすいません、グッドボタンをいただけると大変励みになりますのでよろしくお願いします。はい、皆さんのグッドボタンで私はまた編集頑張ろうって思います。で私もグッドボタン自分で入れとこうかな。グッド、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、スタートしましょう。どうです？このぐらいね花粉つらいんですよ。っていうかさ、秋だったかな、秋も結構ね花粉がありましたよね。でこんな感じで始めます。で準備するパーツはですね概要欄の方に記載があるんですけれども、一応ですね紹介していきます。はい、まずですね12センチの口金ですね、これでこの口金がですね種類があって、1センチの幅のものと、これ1.5センチ幅ぐらいだと思うんですけど、1.5センチですね幅のものとっていうふうに2種類あるんですけれども、このレシピはですね一応はこの1.5センチの太幅の方で紹介していきます。太いのでやるとですね出来上がった時に結構しっかりとこうバネなので、細いものでやるよりはこう太いものでやるとしっかりこの辺のギャザーとかも綺麗に寄ってきます。でもし1センチしかないよっていう方は1センチで進められても大丈夫なんですけれども、
この部分をね一回縫い足すという感じで進めていきます。それもね Yahoo ニュースの方に紹介していますので、疑問に思ったらそちらの方を、進めていただけたらと思います。では、まず始めていきましょう。であとこういう合い印用とか糸切る用の手芸バサミ、これはソーラインさんの私のねお気に入りのハサミになっております。はい、これとあとバネですよね。でバネとなくしちゃいけないちっちゃなネジがあります。このネジねありますので、これ私も行方不明にならないように今のうちにちょっとしまっておきます。でバネですよね。あと仕上げに使いますこう目打ちですね。目打ちとかもあると便利です。そして、これからすぐ使っていくのがこの自然に消えるペン。これもソーラインさんの自然に消えるペンになります。このペンを使っていきます。はい。あとこれは私の宣伝になっちゃうんですけど、本のね付録の定規になります。これはねミラクルハンドメイド定規ブックっていうところの付録の定規ですね。ちょっと持ってくるね。今日ライブご参加いただくの初めてっていう方いらっしゃいます？どうだろう、いないかな今日は。前回はね初めて初見ですっていう方いらっしゃったけど、このミラクルハンドメイド定規ブック、これの付録の定規になっております。見えないか、この画角じゃ難しいね。こんな感じ。この合い印用の四角い定規すっごい使いやすいので、これめっちゃおすすめです。これはねもともとね私はねクロバーさんのカード定規を使ってたんですけど、そこからですねもっと自分なりに使いやすく定規を作るってなった時にアレンジさせてもらったものです。だからマスが入ってたりとか透明だったりとかするから、薄いけどね、付録だからその辺はしょうがないかなっていうところなんですけど、めちゃくちゃ使えるのでおすすめしておきます。はい、初見です。ありがとうございます。インスタライブ、ご覧いただいてありがとうございます。それではですね、はい、じゃあ早速なんかコードがねいっぱいなんですよ足元で。これの定規とあと試し縫い、まずスタートしていく時に試し縫いをします。試し縫いから始めていきますね。あとお好みでこういうタブとかアクセントにねするタブとか、もうこれつけるだけでもうワンランクアップしますので、もしない場合はですね、例えばレースとかあとご自身の歯切れとかそういうのをですね、ここにね脇にちょこんとつけるんですよ。そうするとハンドメイド感が少し薄れます。こうがっつり何もないとただ作ったっていう感じになるんですけど、ちょっとワンランクアップさせるためにこう締まる黒とか使うとめっちゃおすすめです。はい、で生地の方はサイズがですね、幅は20センチで、内布の方も幅20センチにしてます。で内布と外布のサイズが違うんですけれども、表は縦が26センチで内側は32センチで、何センチだ6センチ違います。この6センチがバネ口用になってます。でバネがない方、バネがない方はね巾着にもできますので、これバネを紐に変えても大丈夫なので、とりあえず作ってみようっていう方はそこまでやられてもいいと思いますよ。はい。YouTube の方、クロバーさんの定規より使い勝手グッド、ありがとうございます。嬉しい。初めての方いらっしゃいますね。マキさんありがとうございます。マキハンドメイドさんっていうことはハンドメイドされるんですね。嬉しいです。でこれちょっと柄がで分かりにくいんですけど、裏表はちょっと分かりにくいんですけどね、まず中表という風にしていきますよ。でこういう無地の生地の裏表分かりにくいですよね。じゃあどういうふうに判断するかっていうところなんですけど、これよく見ていただいて、裏表で例えばね、これはね麻が入ってるんですよ。だから麻が入ってるとネップって言ってちょっとした節が見られる時があるんですよね。例えばね、わかるかな、なんかほこりついてんのっていう感じのね、これちょっとプチッとしたやつ、これちょっとこんな感じで、これちょっとほこりっぽく見えるけどこれが節になります。こういうの
でこれを見て裏面じゃどうだろうって見るじゃないですか。こうやって裏返しにして、そしたらこっちの方が綺麗ですよね。わかりますか？裏表でこういう細かいところをちょっとチェックして綺麗な面が表になりますので、そういうふうに判断されるといいですよ。裏も表も節がある場合があります。なのでそれはもう自分の目で判断するという感じになっていきます。なので今みたいだとこっちが裏面になるので、こっちを裏というふうにして自分が分かるように最初にね、この裏面の右上によくねレッスンとかでやるんですけど、右上にちょっと丸とか自分が目視して分かりやすい状態を作っておくといいですよ。シールとか貼ったりね。はい。なんか暗くなってきた。見えてます？大丈夫かな？もう手元だから。暗かったら言ってくださいね。はい。ではこんな感じで始めていきます。で同じようにですね、これは裏表ちょっと映像だと分かりにくいんですけれども N とか文字がねついてますので、これの裏表で判断して、これも同じように右上にちょっと印をつけておきます。でこれ印つけるものがない場合とかはハサミとかでちょっと斜めに自分がね分かるように入れておくといいですよ。ではまずね試し縫いから始めていきます。下糸ね、大丈夫かな、たっぷり巻いといて、下糸ないと途中で抜けちゃいますんで、皆さん下糸の準備お願いしますね。はじめまして、スワニーさんのライブを拝見してからの参加です。ありがとうございます。純奈美恵さんありがとうございます。試し縫いはねだいたい5、6センチぐらい縫ってってください。でこれで一回糸切ります。糸切りますね。このぐらいちょっと音しますので、皆様イヤホンとかで聞かれている方ですね、ちょっと気をつけてみてください。はい。ではこれで下糸と上糸の調子を見て、問題なければこのまま始めていきます。ちょっと暗いからちょっと電気つけますね。あんまり変わんないかな。あ、これだとチラチラしちゃうのか。やっぱりなんか上の電気つけるとちょっとチラチラするのでやめときます。ちょっと皆様ご辛抱ください。そしたらですね、まず同じことを繰り返していくんですけれども、こう上に重ねて、今回薄い生地を表にしますけれどもね、こんな感じで中表に重ねます。これ今裏面が見えてる状態です。でここから1センチで縫っていくんですけど、細かく言うとですね、この中央に合い印を入れていくんですけど、距離短いので今回はもうそのまま始めていきます。で待ち針止める時の止め方ちょっと細かいですけど、大ちゃんママさんこんにちは、初めての参加です。ありがとうございます。待ち針ね。今日はこれを使うか、せっかくなので。これもそろそろリニューアルしたいんですけど、インスタライブで作って以来ですね。で待ち針の止め方なんですけど、皆さん、初めてやる方ってこう右から、私もそうだったんですよ、初心者だった時ね。こうやって端っこからこうやって順番に止めてません？こうやってこうやってでこうやってやるとこの布のズレが目立ちますよね。でその止め方なんですけど、最初にですね、まず両端を止めるんですよ。サイズぴったりでちゃんとカットしてあれば必ず合うはずなのに、この布に合わせた瞬間に合わなくなる時は必ずこう布のね端と端を合わせて間というふうに留めていくと縫いずれ起きにくくなりますので、まずね留め方から変えてみてくださいね。こんな感じで、はい。そうしたら1センチで縫っていきます。家庭用ミシンじゃなくてごめんなさいですが、はい。で縫っていく時にここの10というね針基板を使うんですけど、私はもう目視でやっちゃってますけど、例えば職業用ミシンとか家庭用ミシンでもありますけれども、こういうマグネット定規っていうのがあるんですよ。マグネット定規、私はあんまり使わないんですけど、ね、っていうのはこうやって貼り付けるじゃないですか。こうやってここでやるとこうやって布ピタってなるんだけど、こうやって
待ち針がね引っかかるのがすごい私はね無理と思って、あと持ち手とかついてるとこれが邪魔になるでしょ。それとねものすごいんですよこの磁力が。だから外れないので、これでイライラするからもうね私はほぼ使ってません。紹介する動画は作るけど使いません。こんな感じでどっかに置くじゃないですか。もういろんなのをくっつけていくので磁石だからね、コルクマットの上とかそういうとこにやんないといけないからほとんど使わないですね。でほとんど針基板を見るんですけど、今回ね初心者の方もいらっしゃると思いますので、一応オンライン講座とかでねやってるのと同じ方法でやっていきますよ。こんな感じでおしゃべりはないですけどオンライン講座もこうやってやってます。ちょっと短かった。でこういうマスキングテープとか、マスキングテープね可愛いの使いましょうね。なんでかってハンドメイド一人でやりますので楽しむ時間に変えてもらいたいので、こういうミナペロホネンの今回マスキングテープ使ってますけど、自分のね視覚に入るものはテンションが上がるものという風にして進めていただけるとよろしいかと思います。はい、こんなことやってたらさ1時間じゃ終わんないよね。で少しね長めに貼りますよ。家庭用ミシンの方も少し長めにね。なんか無地のマスキングテープだとちょっと面白くないですよ。なんか物差しとかねいろんな柄ありますからね、試してみてください。で縫い始めはですね、私よく言ってるのが1センチぐらいね先に針を落とすんですよ。1センチぐらい先。なんでかっていうと返し縫いから始めたいからです。で最初に留めた待ち針を抜きます。そうするともう布動かないじゃないですか。この状態から始めていきますね。で返し縫いは私はね布から落ちるようにしてます。でまっすぐ縫っていきます。はい、で待ち針を外すタイミングなんですけど、できるだけ針に乗らない手前まで止めておくというふうにするといいですよ。針ね乗れる待ち針とかもあるんだけど、あんまりやらない方がいいと思います。で縫い終わりもこのカタンって落ちるところまで。で布をね糸で巻くような感じで糸を切ります。そうすると縫い終わりがどうなってるかっていうと、こういうふうに糸で巻き込まれてる、こんな感じ。こんな風にここに糸が見えます。そういう風にやるとですね、もう絶対ほつれてこないですからね。で最後こういう糸とか自動糸切りで切ってますけど、もう余分な糸は必ずカットするという感じでするとしっかり止まっていきます。そしたら同じように反対もやりますね。反対も縫っていきますよ。はい、どうです皆さん、今日は失敗ないですからね。皆さん安心して進めてくださいね。このバネポーチは私は結構得意分野ですよ。なんか明治手芸部の時に裁断ミスを犯しましたけれどもね、時々やらかすんであんまり信用しない方がいいと思いますけど、はい、では、まず針を刺してですね待ち針を抜きます。でよく裏面がクシャクシャクシャってなる方いらっしゃると思うんですけど、そういう方はですねこう針を刺した時に上糸こう出てるじゃないですか。これをねちょっとピピピって引っ張ってみてください。これ家庭用ミシンでも職業用ミシンでも同じです。こうピピってちょっと引っ張ってからやります。であとさらにですね、さらにいいのはこの糸が縫う時にこれ引っ張られて沈んでいくじゃないですか。それによって下糸の方がくしゃくしゃってなるんですよ。なのでこの糸が下に行かないように指先でねこうやって押さえとくんですよ。それで返し縫いをするっていう風にするといいですよ。はい、でもちょっと忙しくなるからね、引っ張れば大丈夫ですけど、はい、ちょっと引っ張りすぎて下糸が出てなかった、はい、こんな感じで手元スイッチよりフットコントローラーがいいですよ。ちょっと揺れますけどね皆さん酔わない程度に見ててくださいね。はい、
切ります。こんな感じですね。どうです？で裏面がどうなってるかっていうと、こんな風に綺麗に仕上がります。綺麗でしょ？これ家庭用ミシンでも職業用ミシンでもモズの巣にはなるんですよ。くしゃくしゃって何もしないとね、くしゃくしゃになるんだけど、縫い始めの糸を引っ張るだけで全然変わりますのでお試しください。はい、そしたらですね、ちょっとこの余分な端切れを取って、この後はですね合い印をつけていきます。ちょっと私もミスをしないように、ヤフーニュースを確認しながらですねやっていきます。はい、合い印と、あとタブをつけていきますね。はい、でタブの位置なんですけれども、ヤフーニュースだと縫う前に上から2センチってあるんですが、こうやって開けていって出来上がりをね皆さん想像してこのタブをつけてほしいなって思うんです。なんでかっていうと、この出来上がる時にこうやって仕上がるじゃないですか。でこのところを例えばねぴったりに合わせちゃったり、こういうふうにねぴったり合わせちゃったりとかってすると、ここのところ最後一周ぐるっと縫うんですよ。こうやって縫っていくのに、その時にこのミシンの押さえが当たらない位置にしなきゃいけないんですよね。それを計算してやられるといいですよ。家庭用ミシンとかはね押さえの幅がちょっと広がりますからね、その場合はもう少し下げてみたりとかっていう風にするといいと思います。ただこのヤフーニュースで紹介しているのは、これもね職業用に変わってんのか、2センチですけど、家庭用ミシンの場合は 2.5 センチとか下下げるっていう風にされてみてはいかがでしょう。なのでここからするとですね、この私が一番嫌なのはこのね縫い代と重なり合って段差が増えることなんで、この縫い代を避けて、この縫い代とこうちょっとだんだんってなるようにこんな風に合わせていきます。ここで合わせるとだいたい2センチぐらいになるかなっていうところですね。でここを仮止めします。なので家庭用ミシンの場合はですね 2.5 センチとかにするといいかもしれない。この縫い代のとこ下げて、もうちょい下げてもいいかもしれない。数ミリね、数ミリ程度って難しいですけどね。はい、ではこれの仮止めはですね、端からだいたい5ミリぐらいを目安に縫います。はい、で仮止めなんですけど、返し縫いをちゃんとしておかないとちょっと後からほつれてきちゃったりとかするのでお気をつけください。はい、でタブ終わりましたね。で次に何をするかというと、はい、合い印をつけていきます。でここまでできたら、いつもはねここの脇のところを交互に倒したりとかするんですけれど、今回はぴったり揃えます。ここ結構大事なんですけど、ここぴったり揃えて、脇ねぴったり揃えて待ち針で留めましょう。これから合い印つけていきます。はい、こんな感じでその前にね、そうだね、ぴったりちょっとその前にね縫い代をきれいに倒しておきましょうか。多分その方がきれいになる。一回ねちょっと表にして、コロコロオープナーって皆さんお持ちですか？コロコロオープナーなかったら手先でもいいんだけど、これね下ろしとく方が仕上げやすくなるので、際を縫う時ねここで一旦ねここの縫い代をしっかりと倒しておきましょう。これはやっといた方がいいかも。アイロンでもいいしね、アイロンでやるときはしっかりとグッと布がねこう縫い目をこうちゃんとこう広げながらやるといいですよ。上がってきちゃうから。はい、でこれでしっかりと押さえてから、はい、ぐるっとします。先ほどインスタからこちらに移ってきました。インスタで作り方は Yahoo ニュースに掲載されてるって言ってましたが、どうやって見るんですか？Yahoo ニュースの見方なんですけれども、まず私のインスタのページ
を開いていただいて、これのインスタのページを開くとですね、見えるかな、リンクマークがあると思います。ここにリンクのマークを開くと、これリットリンク他4件ってあるんです。ここ1回開いてください。そうするとリンク集とか、あと YouTube メンバーシップのこととか全部ここに掲載されてるんですけど、このリンク集を開きます。ここに全部私のリンクが貼ってあります。例えば書籍とか YouTube はここからすぐ見れますよとか、メンバーシップのことをまとめてますとかで、 Yahoo ニュースここにあります。これをクリックすると、これまで投稿してきた私のページがここに表示されますので、ここからですね、2ページ目だったかな、間違えちゃった、ちょっと待って。このね Yahoo ニュースはあれなんですよ。Yahoo ニュースはね、YouTube で紹介している作り方を文章にしているページになってます。なのでこっから2ページ目、何ページ目だろう、3ページ目か、もう結構最初の頃に書いてたやつですね。3ページ目の、皆さん何ページに出るか分かんないですけど、この紫のポーチ、こんな感じで出てくると思います。ここからご覧いただけたらと思います。はい。でこれを見ながら作っていきますよ。で他の全部ではないんですけれども、時間がある時にそちらに移動して書いています。なので例えばそのね、これからつける合印とか間に合わない方はそんな感じで進めてみてください。今回はね、この Yahoo ニュースに掲載してるのと同じ作り方で紹介していこうと思います。で、先ほどの画面に戻っていただいてですね、先ほどの画面というか先ほどの場面ですね。はい。でこの縫い代同士をこう合わせます。合わせたらピタッと止めて待ち針で止めますね。で反対も同じようにして、はい、止めます。はい、ありがとうございます。そうでこんな風に2箇所止まりましたよね。今度どこに印をつけていくのかというとですね、でこのYahoo ニュースの方にはですね、そこのサイズを3センチにしてるんですけれども、今回もうちょっとぷっくりさせるためにですね、これ何センチにしたかな、ちょっとね膨らましてるんですよね。4センチかな、4センチにしますので 1.5 じゃなくてこれをね2センチに変えて、印をつけていきたいと思います。はいじゃない、びっくりした、ヘイシリで反応してしまった、ちょっと待って、わかりました。ごめんなさいね、なんかおかしなことになってる。ちょっと待って、音声消しておかないと。はい、そうしたらですね、ちょっとこの下のところ合い印つけていきますので、少し布を留めておきます。全体ですね、この内布の方も一緒に留めておきましょう。ここから合い印つけていきますよ。でこの合い印をつけるのに便利なのが、こちら先ほど紹介したカード、なんだっけ、カード定規です。でカード定規の2センチの印がですね、この2っていうふうに書いてあるので2にします。もし5センチがいいなと思ったら 2.5 とか使ってください。でやっぱり本っていうかYahoo ニュースに載ってる通り 1.5 が良ければ3センチですね、3センチの待ちが良ければ 1.5 とか、これはね自由に決めてください。で今回私は2センチで進めてみたいと思います。で2センチで進める際にですね、全てこの輪になっている部分に印をつけていきます。一番ちょっと見やすいのでこのグレーから始めてみますね。
グレーのところ印をつけるときはこういうふうに合わせて、でこのくぼみがありますので、このくぼみに合わせてね線を引くといいですよ。すごい使える定規だなと思って改めてね何度も使ってます。これはもう必需品のように使ってます。はい、でこれを何箇所かやっていきます。4箇所か。4箇所つけていきます。はい、どうです？ここまで皆さんご質問大丈夫そうですか？はい、大丈夫そうかな。そしたらこの4箇所今つけたところ5ミリの深さで切り込みを入れていきましょう。なんか YouTube の視聴者数がすごい多くてありがたいです。皆様忘れずにグッドボタンをいただけると大変励みになります。ありがとうございます。166人だって、すごい嬉しい。すごい励みになるね、見てくれる人がいるっていうのは非常に嬉しいですね。ありがとうございます。はい、でこんな感じで4箇所全部入れたかな。はい、ありがとうございます。あ、グッドボタンね、そこじゃなくてね、画面にねグッドボタンがあると思うんだけど、そこに入ったらそこに乗るのかな、どうなんだろう。画面のグッドとかバッドとかあるんですけど、できれば上向きの方にクリックをいただけると大変励みになりますのでよろしくお願いします。なんか入ってんのかなこれ。みんなを煽るんです、こう言って。すいませんねありがとうございますこうやって言うとさ、皆さん反応してくれるからすごい臨場感があります。なんか嬉しい。ありがとうございます。はい、こんなことやっておりますよ本当に私は。はい、じゃあ切り込み合印終わったところですよね。ありがとうございますね。そしたらこの後どう折っていくかっていうところをやっていきますね。この折り方なんですけれども、折り方っていうかどうしようかな。もう一箇所印だけちょっとつけちゃおうかな。今切り込みを入れた合印があるんですけど、それとは別にですね、あと2箇所ここにも合印を入れていきます。それには切り込みは絶対に入れないでください。はい、で、Yahoo ニュースの方にはですね、ちょっと細かいんですけど 3.8 って書いてあります。これね4センチでやっても大丈夫です。これが返し口になりますので、ここ狭くすると出しにくいわっていう方は4センチにしてください。はい、で4センチの場合はこの4っていうね、すっごい便利じゃないですかこれ。本当に天才と思って、この定規4センチのところを合わせて印をつけていきます。それはねグレーのこの今だとこの内側の生地だけにつけていきますよ。はい、4センチに印をつけます。反対も同じようにして4センチの印はそうこの縫い目から4センチです。縫い目から4センチね。はい、縫い目から4センチのところ印つけましょう。で私はですねもうちょっとすでに4センチで作ってるんですけれども、こんな感じですね。4センチで作るとこの幅が2センチになるんですよ。でただ先ほど紹介したようにバネの幅は 1.5 になるので、そうすると5ミリ余るんじゃないのって思うじゃないですか。なんだけどバネの膨らみとかがあるのでやっぱり5ミリぐらいは欲しいとこなんですけど、それでもねちょっともし薄い生地で内側やる場合はこのゆとりが残っちゃうんですよ。そういうのを防ぐために 3.8 っていうふうにちょっと際どいサイズにしています。なので私はもう一箇所ちょっと印をつけておいて 3.8 に、今回この作る方は 3.8 にしようかなと思うので 2mm ちょっと控えてもう一回印入れておきます。でこの印は必ず目安になりますのでしっかりと書いておいてくださいね。あまりにもすぐ線が消えちゃうようだと困る場所になります。でこの印裏目にも書いておきましょう。同じように面も変えて下縫っていきますので、
同じように線を引いていきます。下4センチ。これはねつけておくといいですよ。後からやっとけばよかったってなりがちなんで、私なんか特にいつもせっかちにやっちゃうと適当になっちゃう。はい、だからこれだけは裏表につけておいてください。で、ちょっと狭めたいなっていう方は 3.8 という感じにしましょう。返し口になりますのでね。はい、でこんな感じで縫い終えたところです。縫い終えたじゃない、書き終えたところです。はい、大丈夫そうですか、ここまで。はい、ボタン完了です。ありがとうございます。りくももさんありがとうございます。そしたら、ここから折る作業をしていきます。まず2つともね折り方が違いますので確認しながら進めてくださいね。まずこの黄色い方、表になる方ですね。蛇腹に三角待ちができるように蛇腹に折ります。ちょっと待ち針1回外して、今切り込み入れたところ、この部分切り込み入れてますよね。この部分とこの底の部分を場所を入れ替えるような感じでちょっとこう内側に入れます。こんな風にヒューッとこうね W の文字を作るようにして入れます。でちょっとつまんで切り込みを入れたところをつまみます。でつまんだら今もう一つの反対側の合い印のところが今底の方に来たので、それを合わせてパタンと重ねるとこんな感じで、こんな風に蛇腹になると思います。ここになったら待ち針でしっかり留めます。で留める時にですね、この折った部分が結構内側に寄りがちなんですね。なのでこれを逃げないように待ち針で留めておきましょう。底っていうよりはこの山が逃げないように留めておくといいですよ。そしたら反対も同じようにします。同じようにしてギュッと、あれ私切り込み入れてなかった。これはね切り込み入ってるとすごい楽ですよ。同じようにしてつまんでパタンくっつけてパタン、こんな感じですね。はい、で待ち針でこの山が逃げないように留めておきます。こんな風になります。そうするとでここはね待ち針留めなくて大丈夫ですからね。ここは開いたままで大丈夫です。そうしたら今度はこのグレーの生地、内側になる生地の畳み方を紹介します。内側になる生地の方はこの今ね合い印がついてますね。この合い印を目打ちでちょっと押さえながら、目打ちとか待ち針でもいいです。押さえながらクッと2つ折りにします。で2つ折りにしたら待ち針で留めましょう。はい、で反対も同じようにしてグッと押さえて2つ折りにします。はい、こんな感じです。どうですか？できました？よし、ちょっと余計なものとかして、どうです？できました？大丈夫かな？ここまでのご質問大丈夫そうですか？そしたらですね、この後縫っていくんですけれども、縫い方としては印をつけた、カットしてない合い印の印をつけてないところですね、この合い印から下までを縫います。で同じようにしてここも合い印から下まで縫います。で今度この黄色い方はこの最初に縫った縫い線のところから下に向かって縫います。同じように下に向かって縫います。これをね必ず下からやるんじゃなくて面を変えながら同じところから縫うっていう風にちょっとルールを決めて縫ってみてください。はい、ではまずですね、この縫い合わせのところからいきますね。縫い合わせねずれると結構目立ちます。今から縫うのがこの部分ですね。この脇の部分、私もなんとかギリギリなってますけどこんな感じになりますので、それをちょっとここですね、ここの部分
目立ってきますからね。ここ結構注意深く縫うといいですよ。でその縫い方としては針をこのミシンの針で決めていきます。1センチの位置に布を置いて針を刺します。で刺した時にすっごい細かいんですけど待ち針抜きますよね。で自分の方に向けてこの布がずれてないかなっていうのを確認するんですよ。必ずここめくって、ちょっと画面では分かりにくいかもしれないけど、で確認して大丈夫だったら今度は返し縫いしないで前に向かってこの縫い代が終わるところまで縫っていきましょう。はい、こんな感じでまず返し縫いなしで縫ったとこですね。こんな風に。でそこでもう一度ずれてないかなっていうのを確認してます。私はいつもこうやって。で大丈夫と思ったらここで返し縫いすればいいんですけども、せっかくひっくり返したので最初の糸を切ってまた前に進めて縫うようにしてみます。一発で綺麗に仕上げたい場合はこの方法をおすすめするんですけど、今縫ってきた場所をもう一回縫います。はい、そうすると最初の位置に戻りますね。こんな感じで。それすると今返し縫いしたのと同じ感じになるんですよ。こう布はくるくる回してますけど、こういう風にするとここずれにくくなりますので、その後は下向かってもう一気に縫っていきます。で今待ち針で留めてるところが蛇腹で畳んだ部分になりますので、この山の部分ですね、待ち針で留めてたところは返し縫いします。はい、そうすると仕上がりがどうなってるかっていうと、どうです？綺麗に決まってません？こうやって一緒にね同じようにやってみると絶対こういう風になるので、是非試してみてください。綺麗でしょね。でこれを私もよく横着しちゃうんだけど、セカセカってやるとずれます。私でもすぐずれます。で同じようにこうピンポイントでやって、こういうライブとかねやると丁寧にやるから仕上がり綺麗で私は嬉しいんですけど、こうなんかねこれもちょっとずれてるね。最初のね縫い始めの位置基本ですからね。やっぱりね手間かけて丁寧に作ると仕上がり変わりますから、皆さん満足のいく仕立てで世に送り出してくださいませ。はい、じゃあこれで決まったっていうとこで縫い代終わるところまで縫っていきます。そしたらまたひっくり返して、めんどくさいでしょ、こう見てるとめんどくさいことをすると綺麗になるんですよ。でもちょっとずれてる？大丈夫か？返し縫いを最初にねしちゃうともうここのズレを直すことができないので、ちょっと返し縫いしてないとここがね少し緩んでる感じなんですよ。そうするとちょっと目打ちとかで若干ずらせばそういうちょっとしたズレだったら直せますので、そういう意味でもねおすすめします。こうまあ大丈夫かな、やります私はこのまま。はい、それで下に向かって先ほどみたいに縫っていきます。バネ口の一番難しいのは多分ここだけだと思う。ミシンでやるの大丈夫そうですね。こんな感じでピタッと留めることが大事になります。どうでしょう、これいかがです？めっちゃ綺麗でしょ。これやったことあります？こういう風に私はこうやってやってますっていう方いらっしゃいますかね。仲間がいれば嬉しいけど、こんなめんどくさいことやらないって人の方が多分多いと思いますよね。だけどこうやってやるとさ仕上がり全然違いますから、本当ぜひ試してみてください。これを機にほどく時間を考えたら今の手間の方が圧倒的にいいですよ。ほどく方が大変、めげるしね。じゃあそしたら今度2本目は結構楽勝でやれます。今度は、合わせるところはこの合印の位置になります。合印つけたところに針を刺します。
これもね縫い始めの位置を分かるように待ち針で留めたり、ちょっと線をね長めに引いておくといいかもしれない。私もここずれちゃう。ここずれるとバネ口の位置になるので、前に進んだ分返し縫いするっていう風に覚えておいてください。例えば3目進んだら3目バックするっていう風に。こんな感じです。それ以上いくとこのバネのこの部分が合わなくなってくる。ここの部分がね合わなくなってくるんでね、小物の方が手間かかりますよね。バッグはさちょっとぐらいね大丈夫ってところもあるんですけど、小物は結構リアルに出てきますんで。で裏面で畳んでるところが見えないんですけれども、ここも重なり部分は返し縫いをしておきます。重なりとね最後返し縫いをします。はい、そしたらもう一度もう一本ですね、最後のところ。これも私もちょっと一発で成功するように、はみ出ないように横に線を引いて進めます。今日はちょっと曇り空なのかな。はい、もう2時になるね。私最近好きな番組全然見れてないんですけど、週末忙しすぎて。はい、ではこれで返し縫いして、はい。あ、りくままさん綺麗です。横からチェックは参考になりますね。リアルでしょ、こういうのって。ライブでやってるからね、本物だって分かりますよね。いつも私写真とかでしか紹介できなかったけど、でもこうやってやるとどんなものでも同じですよ、今の。だから結構こうバネポーチとか小物で紹介すると分かりやすいかなとは思いますね。はい。そしたらもうね、あと表に返すだけなので。さっき雪が降りましただって。ここ関東ですか？関東じゃない、どちらでしょう。寒いよね。なんとなく寒いなと思って、私今ね足元にねヒーターつけてます。結構この部屋寒いんですよ。足元霜焼けできちゃう。部屋にいながら部屋にいながら霜焼けができる。はい、そしたらどうです？この辺皆さんできました？横浜近郊、あ、そうなんだ。横浜雪降ってんだ。寒そう。はい、じゃあここまで行ったらですね、縫い終えたところから返し口から表に返すところ、これねちょっとヤフーニュース載せてないね、細かすぎるから。載せたかな？載せてないね。でここからですね、もう一回ねコロコロオープナーを使っていきます。すごい細かいからね、私のやってること。めんどくさそうと思ったら飛ばしてくださいね。はい、ここからねやっとくといいことを、これから説明していきますね。まず縫い代を開いていきます。これねなんでかっていうとですね、表に返してからもぞもぞどっちみちやんなきゃいけないんですよ。だけどここで綺麗に縫い代のところを開いておくとですね、非常にあとやりやすくなりますので、これおすすめします。これ全部開かなくていいんですよ。この口金が通るところを重点的に開いておきます。これおすすめ、本当に。このコロコロオープナーを手にしてからですね、私は丁寧度が変わりました。結構昔からやってるんですけど、それなりに自分でもう丁寧にやってたつもりなんですけど、でもさやっぱりこれ道具使わないでこうやってやってたからね、こうやって。いやそれよりねやっぱ道具って大事だなって思いましたよ。なんかだんだんこう道具を頼るようになっちゃったけど、道具があるとね品も上がります。はい。皆さん販売とかされてます？手作り販売されてる人はここでどんどんアピールして、皆さんお互いにフォローしてもらえるチャンスなので、インスタとかねぜひご活用くださいね。私のインスタからフォローが増えていったら嬉しいなと思いますので、こんなん作ってますっていう風に宣伝入れていいんですよ。このコメント欄でどんどん入れてくださいね好きな人しかここ集まってないですから、どんどん遠慮なくシェアで広めてくださいね。特にインスタとかはねすぐアーカイブ見れますんで。はい、はい、じゃあこんな感じでこう開いたところで表に返していきます。ここですね。こ
こから返すんですよ。皆さん大丈夫かな。狭いでしょ、狭いでしょ、狭いけどここからね出てきますよ。これなんで狭くしてるかっていうと口金なんですけど、だからね作る時の布、こうやってこの返し口でも出る布を使っていくっていうことなんですね。こういう薄い生地だとスイスイ出てきますよ。厚すぎるとゴワゴワってなって返し口切っちゃうじゃないですか。これでちょっとやっていきますね。だからリバティとかで作られる場合は内側を今回もねメン朝キャンバス使ってますけど、内側をこう硬い生地にしとくと返し口のところほつれてきにくくなるのと、返し口ねしっかり返しにしておけば大丈夫なんで、安心して表に返してみてくださいね。意外と出てくるでしょ、こうやって。この布優秀だと思いません？メン朝シーチングなんですけど、表に返した時が好きです。私も好きです。ほんと生まれ変わった感じしますよね。普通の布からね。コロコロローラー買おうかな。買いましょう。もう買いましょう。本当にすぐ元取れますよ。そんな手間賃で考えたらアイロンとかさいちいち出さなくていいし、はい、こんな感じで仕上がっていきます。出てきたでしょ、ちゃんと。ほらリアルにしっかり出ますから。3.8センチでもしっかり出ますから。でさっき畳んだそこがどうなってるかっていうと、内布はこういう感じですね。隠し町っていうんですけど、こういう風になってます。面白いよね、畳んだだけでさこういう風になるってね。で表の方は畳み方変えたらこういう風に三角ができるっていう、映ってるかな、こういう感じね。面白いよね。私最初ね手作り始めた頃、この三角町の作り方どうやってやるのか知りたくって、友達縫製の内職してる友達に教えてもらったんですよ。すごい驚きました。考えた人すごいね。これでさこんな風になるっておしゃれよね。はい、そうしたら今度はこの内側の生地を表に返していくんですけど、ここでもし皆さんの生地とかでシワが寄ってたりとかしたらアイロンかけて整えてから始めてくださいね。私はちょっと今日このまま進めますけど、アイロンをかけるタイミングがもうここしかないので、この場でアイロンをかけておくことをおすすめします。あんまりここガチッと線を入れないように、アイロンかける時はこの折り目とかは避けて、こういう真ん中の部分だけアイロンかけておいてください。こうやってね。はい、そしたらこの返し口をパカッと開きます。開きます。で開くとさっき縫い代をしっかりと倒してあるから、もうこのままペタンってやってもこの部分がごわつかないんですよ。めっちゃ綺麗ですよ。だからこれなのでおすすめです。こんな風になります。空いてる部分でここで待ち針で留めていきます。で反対側も同じです。こんな感じで開いてパタンと、ここがゴワゴワしてないことが重要ですね。後で際縫ってきますからね。はい、綺麗に仕上げていきますよ。でここピタッと揃えるようにしっかりとね留めてみてください。そしたら待ち針で留めます。私はね結構目分量でやっちゃうんですけど、細かく見る方はさっきの角定規、ここが、私今2センチなくて 1.9 なんですけど、この定規でこの 1.9 になってるかなを見ながら、こういうふうに確認しながら待ち針で留めていきます。これからね際を縫っていきますよ。ミシンはねもうこれで最後になりますからね、結構すぐできちゃいますからね。ほんとあっという間でしょね。もう2時過ぎちゃったけど、よし
あれ今日は土曜日か。私明日仕事なんだ。明日日曜日か。もうなんかすごいボケボケしてる。明日か。明日が仕事か。明日が仕事かっていうか、毎日が仕事なんですよ私。なんとなく家にいるとね、お仕事してない人みたいになっちゃうけど一応毎日仕事してます。目朝シーチングはどちらのものですか？目朝シーチングは、スワニーさんからのコラボ生地になってるこれですね。この今使ってるこの黄色の生地が目朝シーチングになります。はい、じゃあこの後ですね、この際を縫っていきます。でちょっと私はちょっとずるっこいことをするんですけれども、この押さえをね変えて段付き押さえを使います。もう段付き押さえをね使い始めたらもうこればっかになっちゃう。この15って書いてあるんですけど、この段付き押さえを使って際を縫っていきます。そうするとね、職業用ミシンはこんな風にこうやってね綺麗に縫えるんですよ。この段が勝手についてるからまっすぐに。家庭用ミシンから職業用ミシンに移った時って際の縫い方が一番難しくなるんですよね。目線の位置が変わるから。なのでもう段付き押さえ購入されることをおすすめします、ね、でこれで縫っていくんですけど、私はですねちょっと下糸を変えたいので真っ白な糸しか入ってない。ちょっと下糸変えます。これだと結構濃いグレーになるんだけど、濃いグレーをセットしてなかった。しまった。これでいいかな。これでいいか。はい、じゃあこれで下糸だけ変えて、上糸はねこの黄色とかは白で、基本ね白で大丈夫な感じなんで白糸でやっていきます。緑もね全部私白でやってますけどね、特に違和感なくできております。そしたらちょっと試し縫いをして、そう昨日ね針が途中で折れたんで中に入っちゃったんですよ、この基板の中に。だから基板を開けて掃除することになったんですけど、結構ねこの中すごかったです、糸が。ついでに動画も撮りましたけどね。たまに開けるといいですよ。あと職業用ミシンの油を刺すタイミングって難しいと思うんですけど、あんまり刺しすぎるとねこの辺からね黄色いのがツーって出てきちゃうから、刺しすぎもちょっと大変気をつけてください。はい、では、際を縫っていきます。これからねもう最後のミシンになります。で縫い始めをどこにするかというとですね、このねタグをつけてる方にしようと思います。ここのところで縫い始めはこのそうね、5ミリぐらい、この奥側からぐるーっと縫ってきて、縫い合わせはここで終わるみたいな感じで、ちょっと最後返し縫いしてっていう風にしようと思います。なので最初に縫う時に返し縫いをしないで最後に糸を重ねて仕上げるという風にしますので、そんな風に仕上げてみてください。では、最後ですね、際を縫っていきます。だいたい5ミリ7ミリぐらいかな、だいたいいつも奥にやるのが。で上糸しっかりね最後引っ張って縫っていきます。ちょっと手元見えないね、もう膨らんじゃうとね、インスタライブの見やす
すい方でご参加くださいませ。はい、そしたら最後今ね2センチぐらい手前のところで針を止めてるんですけど、そしたら最初の糸こう出てますよね、ピーって。これをね糸切っておきます。で糸を切ったらこの縫い目を重ねるようにしてだいたい7ミリぐらいまで、7ミリ先ぐらいまで縫います。はい、そしたら返し縫いをして糸を切ります。はい、そうすると仕上がりはこんな感じです。いつもなんか動画で見せてるのと同じような感じだけど、ここを最初に返し縫いをしてもう一回最後返し縫いってするとここ40縫いになっちゃうんですよ。なのでこう返し縫いを最後は縫い目を重ねるってやるとすごく仕上がり綺麗になりますので、ぜひぜひお試しください。その無地のはどちらのもの？無地？これはね防具のねオンライン講座でやった時に仕入れた綿麻キャンバス生地ですね。これね同じようなのがねスワニーさんでも販売されてたので、そちらもご案内できるかなと思いますけどね。結構厚地、綿麻キャンバスなので結構ちょっと厚地な感じ、透け感のない厚地な感じですね。これ結構おすすめ。はい、でこれでもうミシン終了です。はい、じゃあちょっと電気消せば少し明るさ変わるかな、トーンがまたちょっと変わるかな。はい、なんかすごい暗くなってきたよ。大丈夫かな。ちょっと明るいうちに早く手元の作業を終わらせたいですね。じゃあここまでいったところで今度はなんだっけ、バネを入れていきます。バネね。でバネ入れていくのにこれちょっと台を外したいんだよね。ちょっと台を外します。どうです？皆さんできました？どうだろう。キットをねメンバー様にはキットを販売させていただいたんですけれども、皆様できましたでしょうか？一緒に作られてる方どうだろう。できたかな。今一生懸命縫ってたりとかするかな。みんな一生懸命に縫ってると質問が入らないんだよね、意外とね。大丈夫かな。はい。なんか視聴者数、ライブの視聴者数が非常に多くてありがたいです。はい、ちょっとここねコルクマット敷いてるのでコルクをちょっと使って、で今回YouTube のサムネもうちょっと場所移動しちゃったからサムネ後で見てほしいんですけれども、このゴム板っていうのとあと木槌を写してたんですけど、これはあればあったに越したことがないかなっていう感じです。でこれの購入先もね概要欄に入れてあるので、この後 YouTube 終わったらですねこちらの概要欄の方にまた入れておこうと思いますので、購入先今見たいっていう方は最初のねライブやりますよっていうサムネの方の概要欄をチェックしてみてください。でもこれ動画アーカイブ残る時にはなくなってるので、今同時進行でね見てる方におすすめします。縫い終わりましただって。ありがとうございます。はい、そしたらじゃあバネ通していきましょう。私がね一番最初にやってた時にいっつも失敗するポイントがあったので、それも含めて紹介していきます。まずですね、バネを入れる時にこのねネジがついてるんですよ。ネジのこのネジ頭を必ず確認してくださいね。ネジ頭をこう逆さまにするとネジがこういう風にネジのね先っぽが見えるようになってます。これ上です。必ず平らになってるものを上にして入れていきます。私バネ入れるだけでね1時間かかってた時があったんですよ昔。そう思うとさ、それで結局自分で作りやすいレシピを考えたのがきっかけなんでまた鼻水が出てくるようになっちゃった。はい、そうまだ下糸がねちょっと飛び出てますね。自動糸切りでやってもね結構糸飛び出るんで、綺麗にここは仕上げておきたいですね。はい、そう
出来上がったところの、際のステッチと内側の状態ですね。内側の状態がこんな風になります。はい、そうしたらバネを入れていきますね。でバネもこのタブ脇についている方を、基準にして入れていきます。でこれちょっと先っぽ入れますね。で先っぽ入れたらもうこれさインスタライブこっちで大丈夫かな。こんな感じ。ちょっと下げてみるか。でこれさバタンっていったらアウトだね。でこれで入れて反対側も同時に入れていきます。片側ずつできないのでこれちょっとしならせて入れます。シュッとでぐーっと入れていくとスッと入りますよね。こっからが皆さん大変なんですよ。こっからをこうやって出していってこれをね両方同時に出さなきゃいけないので片っぽ出たら片っぽ閉じちゃうとなるのでこれをね少しずつこういう感じでやっていきます。で最後の難関はこの縫い代が引っかかるんですよ。でその縫い代が引っかかるので目打ちでこの縫い代を開きながらバネを出してあげる。こんな感じでバネを出してあげましょう。いいよ。お、出てきましたね。こんな感じ。ヒュッと。どうです？ここ結構手こずるんですけどね。こんな風にやってます私はいつも。こうやって。でこう出てきたよってなったらカチャンってはめますよね。ね。で手こずってて何度も外してる方ね確認忘れるのがここの最後このネジ頭。このネジ頭をうっかり忘れてってもうほっとしてここ打ち込んじゃうんですよ私なんかは。だけどここもう一回ちゃんと確認してネジ頭がちゃんと上になってることを確認したらこのネジを上から差し込みます。で差し込んだらですねこの後は例えば金槌とかなかったらこれ目打ちの先こういう潰してもいいやつですよ。でこうやってゴンゴンってやればいいんですけれども、木槌があるとですね便利です。で金槌でやるとここに金属なので跡がついちゃいますので金槌の場合はこういうさっき試し縫いでやったような当て布とかをしてやられるといいですよ。でこれでゴンゴンとちょっと落としますんで皆さん耳塞いでくださいね。で垂直に叩いていきます。そうすると綺麗に収まる。はいということでこれで完成です。どうです？ 1 時間ぴったりでできたと思いません？ちょっとトラブル最初ありましたけどこんな感じ。これで完成ですよ皆さん。ほらかわいい。どう？よくないですか？これで完成です。でこれで中ちょっと整えてバッチリ完成です。布選びがねちょっと基準っていうかそれもね大事になってきますけどね。こんな感じになりました。ちょっと私エフェクト入れてインスタの方のちょっとインスタ画面動かします。ちょっと待ってこれエフェクトってさどっから入れられるんだっけ？これか。はい。エフェクト入れないともうやってられ色白の女になった。ちょっとこれ画面大きいな。はい、こんな感じで完成です。もう完成だからいいよね。エフェクト入っても出来上がりました。やったー。おめでとうございます。こんな感じで仕上げになりました。お疲れ様でした。縫い代、裁縫上手などの糊でちょこっとつけてます。どういう意味？どこを？わかんない意味がちょっと待ってね。これ私近づいてっちゃうからねどんどん見えなくてこのぐらいにしときましょう距離。YouTube の方のご質問ですね。こんにちは。私も初めてバネポーチ作った時苦労しましたね。そうですよねアッシュさん。
いやもう私ね今みたいにバネが通んなかったですよ。このバネがね最初作った時はこうやって今こう切り替わってるけど、そうじゃなくてこのなんていうのなんていうんだろう、ここまで布が来てるやつでなんて言えばいいんだろうね、こうなっててここにバネが入るっていう、ここでくっついてるような感じだったんですよ。そうすると縫い代がここにあるから引っかかる。やっぱ顔つると喋りにくいからやめよう。いいよ、こんな感じでこんな感じでいきます。そうっていうのだったんで、なのでねすごい作りやすいレシピになってよかったかなと思います。バネを通す部分です。めくれなくてやりやすいね。そうですよね、めくれないですね。で1センチでやられる方は先ほどの返し口のところを4センチにして、最後にここの上の部分を5ミリぐらいで縫っておくと、ここもうちょっとピタッて止まってきますので、そういう風にしてみてください。あとバネがない方とかは紐に変えて巾着にされるといいですよ。そういうのもおすすめしておきます。はい、ありがとうございます。すっきりした綺麗な仕立てが知りたかったので、後で紐でやってみようと思います。ありがとうございますね。紐でやってもいいですよね。うんうん。なんか一番肝心なのは仕上がる時に目立つこういう脇の部分ですね。こういうところ、脇の部分すごい重要かなと思いますんで、そのあたりはね気をつけて見てみてください。ありがとうございます。出来上がった方どうです？出来上がったのお一人ですかね。大丈夫かな。一緒にやられるか後からゆっくり見られる方もいらっしゃるもんね。はい、こんな感じです。インスタのコメントが入りました。こんにちは。ちょっとやっぱり上上げていいですか。こんにちは。私もすごい見にくい、これ私の体で見にくい。私も仕上げの、なんでこんなに見にくいんだろう。仕上げのステッチ縫う時になんて書いてある？縫う段付き押さえを使っています。あ、これさエフェクトが入るから見にくいのか。ちょっとエフェクトやめていいですか。でもどうでもいいか。あ、こっちの方が見える。段付き押さえを使っています。厚みがある部分を縫う時に目飛びしないようにするにはどうしたらいいですか。あ、目飛びもねありますね。うんうん。目飛びする時はね、このやっぱちょっと暗い、これちょっとやっぱエフェクト入れます。すいません、ややこしくて。これミシン買った時にネットが入ってなかったですか？ネットないかな。あれってロックミシンだけかな。私ね調べたんですよ。これを使う前は98のシュプールっていうのを使ってたんだけど、そのシュプールは特にこういうパーツとか何も、本当に初期の頃のやつなんで、自動糸切りとかも何にもないやつなんだけど、その時に目飛びのやつを調べたらですね、まず、針を新しくする、多分やられてると思いますけど、針を新しくする、針を太いものにするっていうのをやって、それでもかつできない時はこの結局ね糸がこうたわんだりとかすることで目飛びするので、この最初の糸の出方を少し強くするんですよ。だからここにねメッシュをかぶせてあげるっていう風にすると、こっからふわふわいかないでピシッとこうなった、こうやってピーンってなった状態で縫えるから、そうすると目飛びしにくいですっていう風になってたんで、それで試してなんとかね成功しましたね。あとは私は昨日もやったけど、ここを持ちながら縫うって同じことなんですよ。ちょっとテンションを上げるってことですね。強さを上げたりとか、職業用だとここで押さえ圧っていうのがあります。押さえ圧をいじってあげると、いいと思います。で、目飛びする時はねこのフロートとかは使わない方がいいので、この押さえ圧で調整をおすすめします。なんかそうやっていろいろやってますけどね、まあそれでも目飛びする時はありますよね。そしたらもう手縫いでなんとか
直して見えないようにするとかっていう風にしてますね。今ねインスタの質問でした。YouTube 脇の部分 とても勉強になりました。ありがとうございます。とても可愛いのでプレゼントに最適ですよね。そうなの。これね、私ねドリームさんで講師の仕事をしてたんですけど、その時にこれ戻す。その時に残った時間1時間ぐらい残って、じゃあすぐできるものをやりましょうって言った時に、布屋さんって20センチぐらいのカットクロスが販売されてるんですよね。だからそれでできるものを即席で考えたレシピが今の、今皆さんに紹介しているこのバネポーチのレシピになります。そうなんですよ。なので1時間でできちゃうっていうね、それがね証明されてるものなので皆様にもおすすめしておきます。はい、どうかな。質問がもう一個来てたような気がする。インスタライブやっぱなんか縫うことをしてると質問をやっぱ終わった後に皆さん入れてくださるので、私も一枚布は何？金繊維入れ？金具入れんのか金具だよね。金具入れるの大変だった。今の作り方は早くできてたくさん作りプレゼントに使ってますでしょ。そうこれね、私4つ1時間でできましたかね。これささささささって作っちゃいましたけど、そうできるんですよ。なのでね、そうちょっとYouTube の少しだけ画面上げますね。いいよ。ちょっと画面を上げてプリムさんのも紹介したいなと思うんで、はい、こんな感じで。それであれか、ズームしてるのを解除しないといけないのか。これでズームして、これでこんな感じか。これでだいぶ戻りますかね。これで重機さんの方に行っちゃうかな。大丈夫かな。はい、そうしたらですね、どうかな、画面が戻って、ちょっとタイムラグがあるんだよね。はい、そしたらね、もうこちら終了ということで、はい、ありがとうございます。すごい綺麗なのができて、本当はグリーンで作りたかったんだけどさ、グリーンで作ると縫い目が見えないかなと思ってちょっとイエローにしたんですけれども、ちなみにね、この4色はオンラインショップの方で販売させていただきますので、よかったらチェックしていただけると嬉しいです。多分発売は来週になろうかと思います。細かいところを面倒がらずに丁寧にすると仕上がりが格段に違いますね。おっしゃる通りでございます。先生は布目の長さをおいくつにされていらっしゃいますか？今回はですね、ミシン目これちょっと細かめにしたから多分8かな、2.6 か 2.8 ぐらいになってるかな。2.5 ではないですね。ほとんど私 2.5 で縫うことないかな。結構布に合わせて綺麗に縫える布目でやってます。これはね、布目こんな感じ、こんな感じ、見えないか、こんな感じです。出来上がった時に綺麗に見える布の目にしてます。だから厚地だからといってすごく粗くするっていうこともしないし、その生地によって変えてますかね。そんな感じです。それでですね、プリムさんのねやつをちょっと時間も押してきたので紹介したいと思います。で、先ほど見にくかった、これですね、ミラクルハンドメイド定規ブック。これもよかったら絶賛発売中なので、これムック本になりますけれども、よかったらですね、定規3つ入ってますのですごく使いやすいのと、あとね、今ちょっとリール動画では紹介したりしてるんですけど、このねファスナーポーチを紹介してるんです。でこれもねオンラインショップで販売するんですけど、これは試作なので自分で使ってるんですけど、このカーブ
このカーブはこのミラクルハンドメイド定規ブックのこのくびれ定規のこの子のこの部分を使ってます。で動画も公開予定なので、同じように作りたいなっていう方は是非定規をご準備いただくとですね、同じように作れますので、是非これちょっと応用編になっちゃうけど、応用編先に紹介するか、どっちかは分かんないんですけど、ちょっとサイズを変えてもうちょっと使いやすいポーチの紹介を予定しております。まだ動画は撮っておりませんが、はい、じゃあ、プリムさんのね、紹介なんですけれども、前回ブルーのやつね紹介しましたよね。その後購入された方いらっしゃるようでありがたい限りなんでございますが、見えてるかな。これちょっとバネポーチをどかすか。よし、はい。でこれね、新色が出て、前回紹介したのがどれだっけ、これか。これが前回紹介したやつですね、このブルーのやつで。今回プリムさんがね新色ありますって持ってきてくださったやつがこのグレーと、インスタちょっとこの辺にしよう。このグレーとこのピンクのやつになります。これこんな感じでカラーがありますってことなんですけど、これずっとあるのかなと思ったら、どうやらね日本限定色らしいです。違ったらごめんなさいね。なので売り切れたら終わりなんだって。で終わるともうずっと定番のこの色なんだって。これなんか日本人向けに色を変えてくれたみたいですよ。なので気になる方はこういう限定色を先にお求めいただくことをおすすめします。これが定番の色ですねになってます。ブルーで定番の色ブルーですね。じゃあどういう色なのかっていうのを、これね多分細かいところまで分かんないと思うから、ちょっとそれ紹介しようと思って撮ってみました。ちょっとこれ明るさはどうだろう。明るさいる？もう大丈夫？こんな感じ？はい。そしたらね、出してみますね。これねピンクがね意外と可愛かったですよ。これから開けるのはグレーですけど、グレーのね配色もちょっとやっぱね海外チックな感じ。グレーはねオレンジとグレーっていう感じになってますね。色がいいよ。これでいいか。グレーとオレンジです。ごめんなさいね、手元しか見えません。手元でいいかなと思ったんだけど大丈夫ですか？私本当はね自分の顔を映したくないんで、本当はこのぐらいでやりたい。こうやってやればいいのか。一層上げれば私の顔映んないもんね。そしたらこれでいい。グレーでオレンジになってます。ここの部分こんな感じ。ちょっと配色海外チックで面白いですよね。でこういう風にちゃんとストッパーっていうかこう止めることができて、こんな風にねやれます。使い方はね前回のライブの方で紹介してますので、よかったらご覧いただけたらと思います。YouTube の方が見やすかったね。そうですね、ありがとうございます。多分インスタライブの方は消しちゃうと思いますんで、アーカイブは YouTube の方ご覧いただけたらと思います。そちらのワイドテーブルの形、一般的な形と違いますよね。そうなんです。でこれがシュプール98、さっき言ってた古い型、一番最初の頃の形なんで狭いんですよね。皆さん多分この辺までありますよね、こうやって。だからこのコルクがさちょっと広いのよ。だからちょっと私のテーブルは狭いです。本当はここら辺までありますね、皆さんね。でもこれねプラスチックじゃなくて木なんですよ。木すごくないですか？木なんてさ今もうないでしょ。だからもったいなくてもう使ってます、これをずっと。これ使ってる人までいると思うけどね、ちょっとレアな感じになります。でこれがガイドになってて、ここ差し込むと
こういうふうにガイドになってこう移動できるので、例えばカシメを止める時にこの持ち手とかをやる時にこうやって挟みますよね。例えばさ、こうやってやった時にここにこっちに向ければいいか。こうやってここで止めたいとか、こうやってしたいっていう時にここに止められるようなこのガイドになってます。これをつけることもできます。あとね、生徒さんおっしゃってた、グラグラしてる感じがするって言ってたんだけど、前回紹介するの忘れてた。クランプもあります。これ別売になるんですけれども、別売りでクランプもありますので、クランプで止めることができるんですよ。ここのところの背中についてるところを、これ開けていいのかな。新品で開いてない感じの、下から開けるの。こういうクランプがついてますんで、これでテーブルとかもう固定しちゃって、グラグラするとちょっと不安定でカシメとかしにくいなっていう時は、このクランプのこの先っぽここに差し込んで、こうやってやってテーブルとかに固定すれば、もうこれは動かなくなりますので、ハンドプレス機と同じように使うことができるかなっていうふうに思います。なのでこういうねパーツはちょっと少しずつ増えていっちゃうけど、大きなねハンドプレス機使うのはやっぱりちょっと無理って時はこれをご検討いただけたらと思います。これね、私はなんかやっぱハンドプレス機使っちゃうから、あんまりこの出番はあんまりないですけどね。ファスナーポーチ作りたいのでお願いします。おお、ファスナーポーチですね。いいですね。ファスナーポーチもこういうライブでやるのがいいのかな。ライブでやります。なんかやろうかな。そしたらファスナーもそうなんだよね。なんか前やったのはインスタライブだったかな。インスタライブでファスナーポーチやりましたよね。そう、確かにね、ファスナーとかも目の前で見れると違うもんね。ちょっとコメントは大丈夫かな。私がコメント逃してたらコメントまた入れてくださいね。ぜひぜひ。ファスナーポーチちなみにどんなのがいいですか。どんな形？基本のファスナーポーチがいいですか。今んとこ私さ、ちょっと1ヶ月に1回必ずできてると思いません？すごい私ちょっと優秀っていうのも本当にメンバーの皆様のおかげなので、なんかそういうなんか応援してくれてる人がいるっていうのが数字で分かるとすごい励みになる。しかもさ、ただのフォロワーさんじゃなくて、ただっていうかさ、フォロワーさんじゃなくてちゃんとお金を出してくださってるっていうと思うと、なんか自分にちゃんと価値を感じてくださってるんだって思って、ちょっとありがたくその方たちのために頑張ろうって思ってやれてますので、本当に感謝しております。ファスナー付け苦手で避けてます。あら、私もファスナーのやり方をライブで見てみたいです。あら、じゃあやりましょうか。ファスナーね。そう、生徒さんがね、ファスナー何回やっても無理っていう方がね、やっぱ手芸店でもねいらっしゃって、どうやってもまっすぐ縫えないのよねっていう風におっしゃってる方がいて、そういう方がいたからさっきみたいにマスキングテープでガイドにするといいよっていうのとかやってたんですよ。なんかそれも全部だからね、生徒さんに教えてもらってるような感じ。なんか自分が何でもできちゃうとさ、人に教えることってできなくなるでしょ。そういう意味も込めて私が今ねいるような感じでございます。はい、じゃあちょっとグレーを一回締めて、私今度ねブルーじゃなくてこのグレーを使うことにしました。だからブルーを返却して、この後は私はこのグレーを使っていきます。これからせっかくなのでね、新色ないんだったらレンタルっていうかまた紹介できるようになればいいなと思うんで、はい、じゃあまずグレーの紹介で次ねピンク紹介していきますね。もうすぐねホビーショーがあるんですよね、4月。なんかそこのホビーショーでも現物見れると思うのでね、見られるといいと思いますけど、
次はピンクいきます。ピンクね。ピンク気になる方結構いらっしゃるんじゃない？意外とこれね可愛いですよ。はい。あ、ファスナーのコメントいっぱい入ってる裁断が苦手です。いつも曲がったり縫いながら合わなくなってる。でも裁断が苦手な方はロータリーカッター使うといいかもしんないですね。私は逆にねロータリーカッター使うようになったのは遅いんですけど、キットとかやるようになってからやっとねやるようになったけどね、それまではなんか布目に合わせてカットしたりとかしてましたからね。コロンとした形のポーチがいいです。コロンとした形いっぱいあるじゃないですか丸いのってことですか？またそんなハードルを上げて、ファスナー付けが苦手なのでコツを知りたいですね。そうですね、うまくできるようになるとね楽しいもんね。はい、じゃあピンク開けていきますよ。ピンクはまたね可愛いのよこれが。でピンク残してもいいなと思ったぐらい。ほら可愛くないですか？意外とピンクピンクしてない？なんかさこれさ思ったんだけど、ソーラインさんのこのさカラーに合ってない？でもさ私これで全部これもピンクで出てきたらさ、私どんだけピンクな人がピンクのが好きな人なのってなっちゃうね。これさだってさあれコロコロオープナーとかもピンク同じじゃないかなこれ。あこれほら同じ近いよね。どうする？全部ピンク。意外とさいっそこの方がいいのかな、絵的にもね。ちょっと可愛く見えるね。どう思います？ピンク可愛いよね。ほら可愛い。こうやって愛着が湧いていっちゃうんですよ。やっぱグレーじゃなくてこっちにしようかな。ちょっともうちょっと悩もう。はい。でこの色がこんな感じです。皆さんどうですか？グレーとピンク。グレーを購入しました。ピンク買いましたピンク可愛いよね。ちょうどカシミをやりたいと思っていたところでコンパクトなものを探してました。ピンク可愛いです。ピンク買いました。すごい。やっぱピンク多いね。悩ましいちょっと悩もう。プリムさん見てるかな？ちょっと悩みます。私グレーにしますとか言いながら、なんか可愛いよ。だってこれさ統一感あるよね。こうやってなんか置き画とか撮る時とかにも映えるね。ピンク。私さピンクお似合いですか？本当に？じゃあピンクにしようかなグレーもいいけどね。グレーしまっちゃったけどちょっと出しとくか一応ね。でもねこの際にあれですよ、ブルーもいいけど限定色は生産されてる限りらしいので、そういうさ情報知らないじゃない。売り切れてたらさ再入荷でまた入ってくるって思うじゃない。なんか実はそうじゃないっていうことを知ったので、これは皆さんにお話ししとかなきゃと思って今回ね紹介するのにもうしばらくちょっとお借りしてたんですけど、確かにねグレーピンクにしよう。私もじゃあみんなとお揃いのピンクにしようかなピンクお似合いって言われたらさピンクにしないってさ、私がそれでも私グレーって言ったらこの人言うこと聞かない人だなって思われちゃうから、ピンクにしましょう。じゃあ後でLINE 送っときますプリムさんにピンクかわいいね。私はピンクが好き。そうなんだ。私ね手作り始めた時に販売してた時にねお客さんでねピンクが好きな方がいらっしゃったんですよ。でその時ユーアの昔のねローズの生地とかでものづくりをしてた時に、私はブルーとかグリーンとかが好きだったんでピンクは一切やってなかったんだけど、その方がオーダーをくださった時にピンクのものを使うようになったりとか、あとレッスンバッグとかもピンクで作ってほしいっていうオーダーが入って、なんか自分が使わなかった色を使い始めたのがきっかけでピンクが気になりだしたっていうのがありました。だから意外とみんなねピンク好きなんですよね。そうって思って、じゃあちょっと私ピンクにしようかな。皆さんどうです？どっちの色が好き？かわいいよぜひぜひ。であともう一色ねグリーンもあるんですよ。グリーンはねちょっと見本がなくって今回紹介できなかったんですけれど、グリーンはねどちらかというとネオンカラーになってましたね。はい。っていうところをちょっと今回紹介したかったのと、あとね何個か持ってきてくださって、
パーツ、前回紹介したのがこのハトメとハトメがね、これだけだったんだけど、なんとね種類増えてるっておっしゃってまして、これ持ってきてくださって、ちっちゃいやつ、よくさ商品タグとかについてるカシャンって、例えばさ委託とかされる方ってショップカードとかを作品のところにくっつけたりとかすると思うんですけれども、そういうのに使えるこう4ミリのタイプ、ちっちゃいタイプから5ミリタイプと、あと8ミリ、もうこんだけ展開が広がってました。こっちはどちらかというとバッグとかリュックとかに使えるけど、こっちは雑貨にも使えますよっていう感じですね。はい、でこの紹介ができたのでね、よかった。はい、どこで購入できますか？これはね、前回のライブの方にライブの画面っていうか動画見ていただくと、概要欄にね全部貼ってありますので、そちらちょっとご覧いただけたらと思います。私はね楽天のリンクしか貼ってないけど、それちょっとご覧いただけたらと思います。なのでこのぐらい増えてたというところと、あとはですね、これか、これもね、これは違うかな、これもそうかな、これもバネホックを前回紹介したと思うんですけれども、バネホックの下のところは全部統一になってるんで、上の頭が変えられる、サイズが変えられるということで、このやつも出てますよというふうに紹介をいただきました。でカシメに関しては今のところまだねこの状態 7.5、9.0 でもこれはもうこれで十分かなっていうふうに思いますけど、はい、あとね、なんだっけな、これはドットボタンっていうのかな、なんかアメリカンホックみたいなやつも出てましたし、アメリカンホックとか出てた。あとプラホックのこのデザインが変わったハートとかそういうのも打てますよっていう、パーツも出てました。こういうのはね本当に購入したいなと思ったらプリムさんホビーショー多分出られると思いますので、現物見てですね確認されるといいかなと思います。でプラホックもね、来られた時にお試しさせてもらったんですけど、非常に綺麗にできますよ。ハンディで私もやってたんですけど、ハンディでやっても外れてしまうのが、これは結構カシメと同じぐらい綺麗にいきましたので、プラホックこれからされる方はプラホックのパーツとかもね選ばれるといいかなっていうふうに思います。これは全部のサイズがいけますということでした。なのであと細かくはですね前回のライブの方をご覧いただけたらと思います。はい、こちらこそありがとうございますね。なんか最後までずるずるもうどのぐらいやってんだろう、2時間はまだやってないね。2時間はやってないけど1時間半ではなかったですね。結構長い動画になりましたけど、はい、どうでしょうか皆様。ちょうどカシメをやりたいと思っていたところでコンパクト、さっき読んだね、ありがとうございます。だからピンクとかグレーとかこのグリーンとかの限定色は、在庫限りということなんで、それだけねお気をつけください。後で買おうとか1年後2年後買おうって思っててなくなってるってこともあるので、もうなんかもう迷ってるんだったらねもう買っちゃって、あとは販売とかもう一生懸命頑張ればすぐ元取れると思いますので、販売も皆さんねされてる方いらっしゃれば嬉しいなと思うんですけれども、どんどんね広めて頑張っていただけたらと思います。はい、でね、さっきインスタライブをちょっとだけテスト配信でしてたんですよ、アングル決めるのに。でその時にもお話をしていたんですけれども、ずっとちょっとやりたいことがあって、夜とかにお話をしようかなって思ってて、自分の経験とかをなんか誰かに伝えられればいいなと思って、でインスタとかは特にハンドメイドされてる方のつながりが非常に大きいと思うので、その方のお悩み相談とか、あとお手持ちの生地とかで布合わせ結構皆さん悩まれること多いと思うんですけれども、どうでしょうかね。なんかその布合わせとかを例えば今こういう風に画面になってるんですけど、
スワニーさんとのコラボライブご覧になった方わかると思うんですけど、画面がね2画面とか3画面とかに分けることができるんですよ。でそうしたら皆さんの方で参加リクエストとかをもらえれば、その画面上でこういうふうになんか自分の手元だけを写して布だけを写して、これとこれを持ってるんだけど何色を足したがいいだろうっていうのとか、そういうアドバイスとかもできればなんか皆様のお手伝いになるかなとか、あと縫ってる途中に今ここで止まっててどうやって縫っていけばもうちょっと綺麗にいくかなとか、私がね全部答えられるかは分かんないですけどね、はい、なんかそういうのをやれてもいいなっていうふうに思ってます。うん、でなんかインスタライブの方は私さ、スワニさんのインスタライブってご覧になられたことあります皆さん？なんか社長がずっと喋ってるライブがあるんですけど、それってさインスタライブってさなんだ早送りができないでしょ。早送りもできないし、どこまで見たかが分かんないから最初から見たりとかしなきゃいけないじゃない。だからね YouTube の方に残そうかなって思ってて、で YouTube のラジオみたいにしようかなってふうになんとなくね今思ってる、漠然とね思ってるところです。で最初はちょっとやってみたいことなんで、そのアーカイブは、メンバー様用にライブに残して、なんか映像だけちょっと普段撮ってるものとかにして、音声だけをそのインスタライブでやったものみたいにしていってもいいかなって思ってます。そうするとさなんか結構なんだろうリラックスしてお話ができるからね。まあそれだったらさ別にあれだよね、メンバー限定ライブにすればいいのか。そしたら私の体はなんとなく動いてるかね。メンバー様限定ライブとあとインスタライブにして、でインスタライブはちょっとアーカイブには残んないと思うけど映像が暗いからあんまりそのフィードに載せたくないので、なんかそういうのをちょっとやろうかな。あ、旅の動画楽しく拝見しています。ありがとうございます。あ、嬉しいです。ぜひやってください。ありがとうございます。なんかそうするとさ、なんかメンバーさんの質問とかもそこで聞くことできるし、例えばさ、インスタライブにすると、インスタってアカウントが表示されるから、そこから皆さんどういう人なのかなって見に行けるじゃないですか。で、それが知られたくない人もきっといると思うんですよ。やっぱり。そうするとさなんか質問しづらかったりとかすると思うんで、そしたらなんか YouTube の方で質問してもらった方がなんか聞きやすいのかなとか、そういうのをちょっとねなんとなく感じました。まあ私が実際自分がねそうだったから、なんかやっぱり参考にしてますってなると、どんなに先生とかでもやっぱ真似してるっていう風に思われるの嫌だなとかさ、なんかいろいろ考えちゃうでしょ一人って。そう、メンバーになりましたありがとうございます。なんかだからそう定例会とかじゃないけどメンバー様にはいついつやるっていうふうに、今回みたいなライブの告知ができると思うので、ただねなんかさっきみたいにさちょっと失敗して縦動画になっちゃうかもしれないけどねそれがちょっと難点なんかできるだけ横動画にして、でもなんか別に喋るだけだったら縦でも横でもどっちでもいいような気はするけどね。うん、なんかそういうのやりたいですね。そう。そしたらさ、なんか余計なことを例えば私が喋っちゃったとしても、ありがとうございます、プリンさん。プリンさんありがとう。これピカチュウのあれかな？ポケモンのキャラクターな感じがするんだけど。そう、なんかそういう風にして、なんかメンバー様と交流していくこともできるのかなっていう風に思ってて、そう。ただなんだろう夜とかになるとさちょっと部屋を移動して、私はグレーのね趣味の部屋っていうのがあるんですよ。そっちに行って喋ろうかなと思って。下はさリビングだからここ家族がいるとやっぱできないでしょ。で上でひたすら喋るっていうのだったらまあできるかなと思って、まあなんかおしゃべりみたいな感じ。そうスマニーさんの社長さんのライブ毎日見てます。だってすごいね。インスタより YouTube の方が見やすいので好きです。すごい。スマニーさんさ朝ライブやってるんだよね。社長はすごくないですか？毎朝さ仕事の前にやってるんだって。私はさ寝てますよ多分その時間まだ結構私遅いんですよ。寝るのも遅くて起きんのも遅いから、
そうなの、そうなのよ。で結構さ、なんか年取ってくるとなんか、寝てられなくなるって聞くじゃない。私全然寝れるんですけどどうしましょう。そうそうそう、まあこういうふうになんかちょっとダラ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 話しちゃうんですけど、まあそういうのがね、メンバーのライブとかだったら、夜とかだったらね、ダラダラ喋ってても皆さんお風呂に持ってって聞いたりとかもできると思うので、ちょっとやってみようかなっていうふうに思います。あとね、最後の最後にちょっとお知らせがあるんですけど、ちょっとだけストーリーズの方に上げたんですけど、なんとですね、皆様のおかげでスワニー様とのコラボ記事がですね、第2弾が、早速ねスタートしております。ちょっと柄見たいです？見ます？ちょっと最後までねご覧いただいている方にはちょっとお披露目しようかな。ちょっと待ってて。今ねまだ完全なデザインではないんですけど、この間ねデザインのことをしてて、見ます？いきますよ、いきますよ。じゃーん、素敵じゃないですかこれ。ほらめっちゃ素敵。ローズです。第2弾来ました。私ねずーっとね、本当はねこのねローズの柄の生地を作るのが長年の夢で、私は自分自身はローズ絵を描いたりとかね、そういうセンスは全くないので、なので普段旅行に行ってる時にデッドストックの生地も普段布屋さんとかにも行くんですけど、今布屋さんで売ってるものをコピーすることはできないじゃないですか。だけどこれはね19世紀に作られた生地、デッドストックの生地なんですけど、そこから柄を起こして、であとはデザイナーさんとかにちょっと花の向きを変えたりとか、ちょっと反転させてみたりとか。あ、素敵ですね、ありがとうございます。いっぱい皆さん、うわ嬉しい。もうどうです？なんかさ、このさちょっとモザイクチックな柄からさ、一気にこんななんかさ華やかな感じになっちゃったからさ、もしかしたらなんかずっこけるかもしれないって思って。これはさ知らない人もいっぱい買ってると思うんだよね。私が宣伝してるから買うとかじゃなくて、多分これなんかあんまり見たことないなっていう生地だから買ってる人もいると思うし、洋服向きだからたくさん売れてるって思うかもしれないけど、花になるとさ、洋服ってなると結構ゴージャスな感じになるから、洋服っていうイメージよりはバッグのイメージが多いじゃない。あとエプロンとかね。だからもうずっこけるのを覚悟で進めたくって、もう失敗してもいいから思いっきりやらさせてもらおうと思ってこれにしました。はい、そうなんです。私の大好きなローズ柄色展開今やってんですよ。色展開絶対作りますよ。もうまさに私がドンピシャなものしかやんないんですけど、私の好みでやらさせていただきますそこだけは絶対買います。ありがとうございます。大柄にしたんです。これねサイズを変えたものも見せてもらったんですよ。ちょっと小さくしたり 70% とかっていう風にしてみたりとかしたんだけど、やっぱりね大きい柄の方が映えるんですよ、このアンティークローズって。だから小さくするよりはこのままの方がいいなと思って買いました。はい、絶対買います。大柄です。素敵。以前のローズとは雰囲気が違い、この生地も欲しい。ありがとうございます。そうで前回オリジナル生地を作ってね、ネイジ手芸部とかでやったじゃないですか。あの時はシーチングだったんですよ。でシーチングだし、かつプリントなので印刷なんですよね。印刷じゃないんですよ今度これ。YouTube でね染色工場の動画を配信してるんですけれども、型を作るんですよ。型すごいでしょ。型つくんですよ。もう何千メーターと作るんですよ。この生地もこの生地ももう何千メーターとかもう作って完売してるぐらいだから、これもすごいことなんだけど、これ型作るんですよ。どうしよう本当にもうすごい悩んでさ。例えばね、このここちょっと離してくださいとか、これもねちょっといじった後なんですけど、この葉っぱ取ってくださいとかってそういうのをやって、あと N をね
ちょっとさりげなく N 入れてくださいとか、鳥さん入れてくださいとか、そういう細かいことやってます。メンバーってどういうシステムですか？メンバーはね、今サブスクとかっていうのがあるじゃないですか。それと同じで毎月ね290円の課金があるんですけれども、290円を毎月支払っていただくことで、メンバーになるっていうことですね。そうするとこのアカウントの横に丸い紫とかピンクとか皆さんついてるんですけど、それがバッジとしてつきます。それは、メンバー様限定のバッジになっていて、それで今すぐ入ると見れるのがオンライン講座っていうのを2時間の、半分のトートバッグを紹介してます。でこれは、普段もう、YouTube の方で20分ぐらいの動画で紹介してるものを2時間ぐらい音声を入れて、元の動画ですね、元の動画を無料で見ることができるっていうのと、あとキットを販売していて、全員分ではないです。だいたいマックスでも30セットぐらいしかやってないんですけれども、そのキットの販売をしています。で例えば今みたいに YouTube で作った、今回 YouTube で作ったのどっちだろう、こういうのか、こういうの作ったのとかをサンプル品として販売もしています。なんか販売用として作るかサンプルとして作るかで価格が変わってきちゃうので、それをメンバー様に、こういう作品は抽選販売という感じでやってるのがメンバーシップになります。毎月290円の課金がされるので、入会も退会も自由です。今入ってやっぱ来月はいいやと思って来月退会ももちろん OK です。でね、なんか皆さんの見てるとね、再加入っていうのもあって、1回退会するんだけどもう1回入ると多分その前回のやつが引き継がれてるような感じなので、今月ちょっと290円は払えないわっていう時は1回退会するっていうのもありですね。はい、そうなの。5色やりたい。私も5色やりたい。ありがとうございます。そう、スカートにもいいよね。このさ色もすごいなんか素敵でしょ。なんかアンティーク19世紀ってすごいよね。こんな華やかなさ、こういう花柄が流行った時期なんだって。ゆき先生すっごく楽しそう。めっちゃ楽しいです販売はいつ頃になりますか？販売ね、秋ぐらいになる予定です。だからすごい早急にやってますね。色展開楽しみでしょう。色展開、私の作品をこれまで見てきた人はまさに多分そのまんまが映っていくと思います。ちょっと待ってね、これねインスタねエフェクトかかっちゃってるから、エフェクトだとね原画の色が YouTube の方こんな感じ。これが本当の色。これはこの色で作るかどうかは分かんないでしょ。色がさ限られちゃうから、私はやっぱねグリーンっぽかったりとか青みグリーンとかが好きなので、こういう感じでねやれたらいいなと思って、ぜひやってください。皆さんも楽しみにしていらっしゃると思います。もちろん私もです。ありがとうございます。だからね今やってるんですよ。今ね布耳に書く文字とかも今考えてて、そう後悔ないように思い切りやりましょう。いやー本当に柄一方方向なわけないじゃないですか。私が作るんだからもうちゃんと反対方向でもできるようになってますよ。ほら私が作るんですよ。ちゃんと皆さん作りやすいように考えてますよ。 N も逆から見ても N になりますからね。そう秋待ち遠しいです。そうですよね。染色工場の見学動画拝見しました。工程がでしょ。あんなさ厚い生地がさリバティの生地になったりとかするんですよ。すっごい不思議ですよね。もうあんだけお金をかけてるのに生地の金額があんなに安いっていうのがね、本当に私もね信じられないと思って、この間もそれを言ってきたんですけど、だからさなんかそういう染色工場とかさ結局この金額でやってくれっていう風になるからさ、どうしても泣きを見ちゃうんだよね。なんか感謝して使わなきゃいけないですよね。だからねそう思いました本当に。はい、もうね素敵ですよね。素敵素敵、ありがとうございます。そう素材なんだと思います？私が作るんです。想像してみてください。これバッグにするとね、例えばさ、今、私はこういう風に布合わせをするじゃないですか。例えばこういうグレーとかでさこうやって合わせたりとかするんですよ。こうやってそうするとさバッグってシーチングで私は作らないですよ。シーチングで作るものって、小物だったりね、こういうね小物だったりとか、あと内布に入っちゃったりしますよね。
だから素材は綿麻キャンバスになります。いやーもう嬉しい。もうね素材が最高です。もうこれでさシーチングってなっちゃったらさって思うじゃん。って思うじゃん。本当に洋服じゃないんだし、やっぱバッグでしょうね。バッグとか、あとカーテンとかさ、あとテーブルクロスとかさ、まあ広がりますよ。こんなんでテーブルクロスになったらさめっちゃ良くない？そう、ミシンのカバーとかさ、どうします？こんな風にぶら下がってたら。いやー嬉しいよ。ということでね、カラー展開も考えておりますよ。多分価格はね今回のより上がると思いますよ。っていうか上げてほしいしね、むしろね。やっぱりなんか布もさ作品の一部じゃないですか。なんかスワニーさんとかもさ多分熱く語ってくれると思うけど、私も同じぐらい熱いからさ、すごい社長の話聞いてると私と同じ似てるって思うもん。本当に思いが強い。本当に布に対する。目安キャンバスそうだと思った。だってやったー嬉しい。本当に本当にね、目朝キャンバスね、本当はさリネンがっつりでいきたいところなんですよ。でもね今ねリネンがね値上がってんの。やっぱりロシアとかの戦争もあってやっぱりね値上がっちゃってるんだって。でそれにリネン 100% だとやっぱねちょっと扱いが難しくなるんですよ。水通しもしなくちゃいけないし、水通ししてでかなり縮むし色落ちもしやすくなるしってなると、やっぱバッグとかに仕立てやすいこういうねキャンバスの生地っていうのは非常に扱いやすくなるので、もうバッグにぴったり。だから接着芯とか貼らなくても綺麗に仕立てになるのがいいなと思って。厚みはねちょっともしかしたら少し薄手の綿麻キャンバスになるかもしれないんですけど、でもねサンプルをいただいてるんだけど、ここでどんどん見せちゃってあれですけどどんどん見せちゃう。こういうね意外とね厚みありますよ。意外と厚みある。なんかこれキットいただいた方は、キット購入された方、あれわかるかな。若干それより落ちるかなぐらい。でも薄い。すごくいい。これに生地が乗ったらさイラストよりずっといいですよ。最高じゃないですかね。素材展開はないと思いますよ。多分そこまではちょっと求められないですね。だからまあちょっと目朝キャンバスの雰囲気で、でも柔らかいからこのがっつり雑貨用っていう感じじゃないから、洋服とかの、かっこいい、ジャケット、これでジャケットにしたらかなりハイセンスな方だなって感じになるけど、なんかスカートとかにしてもゴワゴワしない感じの薄さになるかなと思います。だってさあれだよ、スワニーさんが挟むんですよ。スワニーさんが生地作るんだもん。もうスワニーさんのさセンスで生地ができるんだからさ、もう信頼していいと思います。私は信頼してますもん。そのあたりは多分プロなのでバッチリだと思いますよ。本当に生地感良さそうですね。もう本当にいいと思います。スワニーさんのファンもね多いと思いますけど、私ももちろんその一人ですしね。素材のこのデザインの色味とかもスワニーさんバッチリですからね。カーテンいいですよね。でも私さカーテンつけるところがもうないんだよね。本当にそれがちょっとね残念な感じですけど、そんなところです。ずっこけません。ずっこけないといいな。スワニーさんの生地愛用してますね。いいですよね。でスワニーさんね、この今紹介したこの無地のキャンバスとかも、あとなんだっけな、シルキーコットンかなんかすごいこだわって生地作りされてるので、是非スワニーさんの生地もねチェックしてみてくださいね。楽天ショップとかでももちろんね同じような感じの生地見つけられると思いますけどね、スワニーさんのホームページとかも是非ご覧になっていただくと、ランキングが表示されてるので、ランキングはねもう本当にスワニーさんオンラインショップやってますけど、スワニーさんファンが購入されてるのでランキングは結構確かなものだと思いますよ。ぜひぜひ参考にしてみてください。ということでちょっと最後にテンションのあることをしちゃいましたけれども、よかったら参考にしていただけたら嬉しいです。じゃあインスタライブの方はですねこのまま終了させていただきます。
でYouTube の方も皆様ご覧いただきましてありがとうございました。でインスタライブの方はもうこのままアーカイブ残りませんので YouTube の方でご覧いただけたらと思います。なんかエフェクトかけたりとかねややこしいことしちゃったんで、はい、ぜひこれ閉じちゃったんだけどこんな感じで、はい、ちょっとねこんなに柄公開しちゃっていいのっていう感じなんですけど、いいんです。私も誰かがこの柄を盗もうとももうその人がやったのは私の記事ではないので、もう私は私のね道で行きますということで、だっていずれさ記事になるんだからさ、いつ出しても同じじゃんね。そう思っておりますので、どんどん宣伝していきたいと思います。あとですね、こちらの記事ね購入された方で販売されてる方とかねいらっしゃったら、ぜひねメンションしてネイジュコレクションとかねメンションしていただけたら、私どんどんストーリーの方でシェアしますので共有していけたらと思いますので、皆様の活動のお役に立てれば嬉しいです。はい、それでは今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。記事できるの楽しみです。今日もありがとうございました。はい、私も楽しみに、頑張ります。もうだって今週末この3連休で全部決まるみたいなんで頑張ります。はい、悔いのないようにやりきりたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。また事後報告ねできるように進捗情報ね楽しみにしていてください。はい、どうもそれではありがとうございました。ライブちょっとこれ切れこれか。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた次回のライブでお会いしましょう。で、ちょっとさっきのお話ね、メンバー様限定のライブ、インスタライブと同時進行のやつ、ちょっとやってみたいと思いますので、お知らせが入りましたらぜひご参加いただけると嬉しいです。今度はね、夜やりますよ。はい、夜、はい、頑張ります。ありがとうございます。で、次のライブは、皆様のリクエスト通り、ファスナーをやってみたいと思いますので、どんな形にしようかな、ちょっと考えてみますね。1時間ぐらいでできるもので可愛いものを考えたいと思います。はい、ありがとうございました。これはあれなんだ、画面じゃないからちょっと後ろに行かなきゃいけないのか。はい、じゃあありがとうございます。